1、2、3、4。大地を押さえる、床を押さえる。こっちに入ってるんですよ。ぐんぐん40分切る、据える、切る、据える、切る、据える。で今日はまた前屈立ちからの逆突き。ものすごいシンプルなんですけども、この体の使い方ですね、非常に重要ですので、使い方によっては強く見えてものすごい弱いんですよ。反対に。そこをちょっと注意してやるだけで、意識変えるだけで、その技の強さ、速さって全く変わってきますので、そこをちょっとやりたいと思いますね。はい。はい。お願いします。じゃあまず前屈立ち。で、手腰。で、もう少し前の足引き。広くしなくていいんで。ちょっと今日わざとこう背負めで、で、前にもう少し前。ね。そんな広くしないでいきますからね。で、半身。1。はい、2。3。4、はい、最後、5、6、はい、直って。この半身正面という単純な動作なんですけども、これが非常に重要ですので、ちょっとさっきも言いました、ちょっと間違えると非常に弱くなるので。今の動作のことを半身正面。そうですね。これが、僕らで言う半身に切る。これが正面。半身、正面って形になりますね。はい。でいいかな。でこの時によくやるのがこう肩でこう引っ張らせてあげるんです。1、2ってこの肩でね。ここで1、2、3、4で肩で引っ張らせてあげるので、ここはなるべくそのまま動かさないっていうか自然に動く感じで、あくまでも腰から1、2、3、4ところに動かしますね。で、はい、ありがとう。で、この時にいけないのが、この後ろの足が一本の棒のようになって全体が回る。ね、こういうように一本の棒のようになって全体がこう回ってしまう。これだと威力出ないんですよ。これダメなんです。ダメなんです。反対に膝から下は動かさない。膝から下は押さえておく。で膝から上のこの股関節の部分まで、この部分が1、2、3、4とここでぐーっと緩んでますよね。でこれが伸展しながら内転していく。緩んだこれが伸ばす動作と内転する動作が出てくると。それでこれは大体皆さんでも後ろ足の意識できるんですよ。いいかな、ちょっと膝持って、お尻つけちゃっていい。この膝の位置、もうちょい上、ここ。そう見てくださいね。悪い例はさっきやった一本の棒のように、これだと力出ないでしょ。で次は膝の位置が変わる。これももう全部自分の正中線の中心軸全部崩れるので、ね、膝も動くと。こうした方がいいです。非常に膝から下は動かさない。もうちょい上。そう見てくださいね。この膝の位置が変わらない。ここだけがスッ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 、このように動くんですよ。だから膝から下と膝から上を別々に使うっていう。月と手と一緒ですよね。でこの後ろ足の意識っていうのは大体ちょっと稽古すればできるんですけど、この前足なんですね。前足もいいかな。で膝押さえて、これもどうしても半身にすると中心軸で回転させると体を、あるいは肩で回転させるとどうしてもこの足が内側に引っ張られてくる。ね、スッスッで今度は正面にした時この足は後ろに引かれちゃう。こういうのが多いんですよ。動く引く動く引くって威力前に出したいのに、これ引いちゃったら威力出ないですよね。ですから前の足もしっかり真下へ大地に刺さるようなイメージで、股関節使って開く閉じる開く閉じる開く閉じるって、この前の足も使えなきゃいけないんですよ。後ろ足のみんな意識あるんだけど、前の足が意識がないんで、この時もできればこう螺旋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 、こっちも螺旋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 、これが入ってくると非常にいいですから。
これをすると何が変わるんですか？下からの力がやはり全部螺旋状に全部体の中通って拳まで来るわけですよ。これから手もやりますからね。ちょっとすごいなこれ。こういう稽古方法があるんですよ、初心者用に。座ってもらって、あるんだ。はい、ここも、はい、そうですね、こういうふうに。こっちね。で、膝を押さえる。こっちも足首固定して、膝も押さえて、で、この位置ですね。この位置で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。例えば、この肩動かなくても、ここだけ動くんですよ。1、2、3、4、5、6、7、8。それみんな肩で動かしちゃうから。こっち動かなくていいんですよ。ここは動けば。はい、ありがとうございます。これいつもやってるんですか？おお、いつもやってます。基本中の基本ですから。基本中の基本。基本中、そこやったら基本中の基本なんですよ。で、この時に、すごいな。ここからなんですよ。こっからこれもう誰でもやってるんですよ、初心者。ここからこの足の裏の感覚、この足の裏の摩擦も使うんですよ。足裏のソールの摩擦も。だから半身にした時、足の裏はこっち、この回転、この渦がこっちに入って、次こっちに渦が入る。渦が、この螺旋と渦と一緒になるようなイメージで、足の裏のこう渦が。で、それが渦じゃないですか。だからそれが摩擦として足が密着してくるわけですよ。足の裏全部密着してくる。それは足の裏の渦ってのはイメージですか？それとも本当になってきます。感覚がそういうふうになってきます。吸い付くようになってきます。で、そこでこう渦をイメージするともっとこれに手がついてきますんで。今日これは逆突きの話をしてましたっけ？そうです。これが逆突きだと。その前にこの下半身の。それどうしてもですね、これ床を蹴るってイメージが強くなってくると思うんですよ。でも床を蹴るってイメージが強いとどうしても蹴るって動作は上の方にね、こっちに力が行きやすいので、どうしても床を蹴るっていうと、ですから力を向こうに出すんじゃなくて反対こっちへですよ。こっちへ押さえるっていうイメージなんですね。腰を回して向こうに力を出すんじゃなくて、ね、腰を回して向こうに力を出すんじゃなくて、反対に大地を押さえる、床を押さえる、こっちに入っていくんですよ。グンと。で、次この下半身の動きに突きを合わせていきたいんですけども、今日はこう人差し指を合わせてやりたいと思います。はい、人差し指？それこの指先に力がああ。で、この螺旋、引き手は引く方は外旋ですよね。で、つく方は内旋です。外旋、内旋、外旋、内旋と、さっきの足裏の渦、これが全部一致してくる。そう、面白いですよ。はい、1、もうちょいゆっくりだな。2、そう。だから螺旋で全身をつなげるっていうイメージ。3、4、そう。で、この肘は腰骨、肘はこの腰骨に肘。5、はい、この肘を腰に。6でさっき言ったこの下半身に力を合わせる。7、8、ちょっと見てください。面白いですか？これだとすごい強いんですよ。ね、こうして強いです。押してるんですね。そう、ここ握るとものすごい弱いです。強いんですって時はどこを握ったんですか？指のあ、指。このマットを掴むんですよ。ああ、マットを掴もうと。マットを意識することで全部がつながって強くなるんです。ですからこれだと今ね、指先意識してこっちにエネルギーが来て、はい。そう、これはもうそうです。おお、なるほどね。はいはい。はい、これ握って、あ、拳にすると。そうするとものすごい弱いです。はい、1、もうちょいゆっくり。この螺旋で全身がつかむ。さっきの足の螺旋も一緒ですよね。2、足裏の渦もしっかりつかむ。3、そう、ここに意識、これも強いです。4、そう。
で、さっきの下半身の動きと合わせていきます。5。で、ここ、腰を切るイメージですね。次は、腰を回すんじゃなくて、ここでグッと腹と腰を据えるイメージ。ぐんと据えます。はい、6。そう、ここでグッと腹と腰をずんと据えるイメージです。そこはもっと強くなります。OK。これが、もう一回、1、2、腰回す。こうなると、腰回すと、全く力がない。っていうのは、例えば、力前に出したらいいですよね。力を前に出したい。でも、回転させすぎると、この肩と腰が後ろへ引っ張っちゃってるから、これ操作してるわけです、力が。前に出たい力が、こっちで引っ張っちゃってる。だから腰をね、回す力出てると思いますけど、反対にこちらで伸びるのを引っ張っちゃってるんで、ここでもう力操作されてる。だから、回すってふっとここで腹と腰をぐん据えるイメージですね。最初は腰を切る、添える、切る、添える。そういうイメージでやると、ザーンとこうなりますね。はい、で、もう一つ。動いて、について、自然体に。これ前だと思うんですけどね。普通だと、こういう感じ。だから中段つくときは、この中段、これを少し締めるイメージ。軽く OK ですよ。表面上、OK。軽く。締めるっていうところで力入っちゃうんで、ここを意識しましょう。これだけで、手は重くなります。強くなります。ただ、この体の使い方で上段をつくと、これは弱いんですよ。反対に上段はこの中段で少し広げるイメージです。そう、これは上段は、はい、もう一つ。ただこの体の使い方だと中段は非常に弱い。でもこの上段、中段、上段、中段。この使い方がこっちです。はい。1。ね、そこは上段のちょっと開く。はい、2。で、ここで締めます。これが、こうなると、聖火丹田に入ってくる。リラックスすると。はい、3。4、ここで入る。腹腰が3本。そういうような感じですね。で、ここで強くなります。5。で、足がね、足が。6。そうそうそう。はい、このイメージを握って、はい、1、2、そう。そうすると、これは、OK。うわ、本当だ。強くなります。へえ。で、面白いのが、これ親指、こう見ます。はい。あ、じゃあ、一番最初ですか。ちょっと親指、押さえて。こっち側。はい、指で。そうそう。さらにこの親指、さっき言ったこの渦で、足裏が密着しますよね。それプラス、この親指、意識することによって、ここに重みをかけて、もっとこっちになる。おお。で、もう一つ、小指、こっち。はい。小指触ります。はい、皆さん。もうこれちょっとの力が。うわはい、もう一回いいかな。はい、じゃあ親指で次。はい、これは強いです。OK。はい、小指。そう、ほんと、全く、ちょっと日本語。ですから、立った時にこう、小指の方に行くんじゃなくて、この内側、ね、頸骨一つの内側の太い親指の方にこう支えるっていうイメージがある。特に親指ですよね。親指が重要なんで。そうすると強くなりますから。なるほどね。はい、これもう完全に技の取説2なんですね。ああ、確かに。これ全部、そういう感じですね。今、取りながら思いましたけど。1。これを引き寄せる。
2、はい、3、4、もう少し、はい、5、はい、6、はい、いかの、1、OK、2、3、もうちょい、これだけでいいです。4、5、はい、はい、安います。これが一般的なんですよ。はい。で僕がやってるのはちょっと違うんですよ。私オリジナルですよ。ね。この時に、ついた時に少し骨盤を上げるんですよ。あこの骨盤が少し水平回転じゃなくて、少しだけこう上げるんです。そこは締まるじゃないですか。これも突き強くなるんですよね。ここは締まるというか、縮んでる。で、次、この上げたことによって、こっちに力がガッと移るわけです。ここに押さえてるんです。この押さえを抜かないように作る。で、この時にこの骨盤を落とす。この落ちる力もこっちに行くんです。この骨盤のわずかな傾き、これを使ってください。そうすると何が変わるんですか？威力が変わる。威力変わります。この骨盤がね、落ちる。あるいはその落ちる動きもそうですけど、ここで傾けたことでこっちへグッと持ってるじゃないですか。これがなくなると弱くなるんで、この押さえた感覚のことをすごく強く。下段からこっち向いて。逆突き。前に1。これ前やったじゃないですか。2、なぜかってクイズで。その前は弱い。はい、下がる。1、2、そこは、はい。この人強いですね。なるほど。はい。今言ったように、例えば、ストン入った時、この右の股関節で捉えてます。床を、あるいは第一を。これがさっきやったように、回転させると外れちゃうんですね。こっちでこう、引っ張るっていうのもありますし、この、押さえてたのが外れちゃうんですよ。ですから、今、ストン入ったら、この押さえた感覚、押さえた感覚のまま、作るんです。だから面白いのがちょっと部屋の中に込めて、はい、1で中心移動止まった前屈立ち2、こっちの強く見えますよね。でもこれは弱いんですよ。普通にね、1、2、これは弱く見えるけど、こっちの方が全然強いです。っていうのはここで捉えてるんですよ。だからこの捉えを意識したまま外さないで前屈にすれば、これはこのそれ強いです。それが腰回して外れるところがものすごい弱い。空手って難しいんですね、本当に。難しいです。ちょっとした動きにこんなに。だから昔の文芸読むと、後ろ足で立てってなってますよ。後ろ足で立てって、これでもそうですね、後ろ足で立って。これがつながってから強いんで。これが外れちゃうと怖いですね。なるほどね。で、さっきやったように、まずは下半身の力。もう一回。下半身から発生した、足の裏から発生した力が、ね、こう通ってきて、左通って、もも通って、腰通って、背中通って、肩の中で飛びしていくと。まずこれを覚えますよね。力の伝達系とか、何回もやはり1、2、で、勢いで1、2、そう。これをやってきて、だんだん熟達してきたら、反対の今度、この突きの動きに全身が使われるっていう人。もう初心者みたいに、この下半身の力がここに来る、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 ここに来る。これはもう下半身の力が上に来てるんですよ。もうだんだん上になってきたら、もうそこ、出だつけができてますね、体の中で。そこを意識しないで、ただ手の動きに体が使われるっていう。変わってこなきゃいけないんですよ。なるほど。そうしたら手の動きって速いじゃないですか。下半身から上がってきた力が手に来るのに時間かかっちゃうんですよ。末端から末端に来るんですから。この末端から発生した力が末端に来るのに時間かかる。
さあ今も手が動く、手から動いて全身が一緒に動くと。必要な部分だけが動いて、普通の部分は動かないと。手に使わないよって形をしてくると、質の変化、転化ができますから。はい。例えば、こういう球力ですね。ここから次に45度、正面。45度、正面。これ45度、腰を切るイメージで。正面の時はこの腹と腰、これを大きく据えるというイメージですね。もう一回言うんですね。腰を切る、据える、切る、据える、切る、据える。これは回す。それと力を分散していくので、一瞬でこう据えるっていうイメージで。はい。今ので45度にで正面に据える45度切る据える切る据える切る据える。今この感じを次さっきの前屈立ちで45度切るで据える切る据えるこういう動きをしてくると全身の連動っていうのが分かりやすくなりますから。はい。であと指先ですね。指先使うと分かりやすいです。